はい、皆さんこんにちは。今回はですね、こちらの航空機紹介していこうと思います。ついに発売になりました。超巨大航空機ムリーアアントノフ225ですね。このマイクロソフトフライトシミュレーターでついに復活となります。では、詳しく見ていきましょう。本日もよろしくお願いします。ではですね、こちらのムリーア外観から確認していこうと思います。まずですね、この外観を確認する前になぜこのムリーアマイクロソフトフライトシミュレーターで復活したかと言いますとですね、こちらの航空機購入だいたい20ドルぐらい、日本円にすると2600円ぐらいで発売されているんですけど、この収益はですね、すべてアントノフコーポレーションのムリーア再建活動に寄付されるということですね。ということで、もしね、皆さんもこのマイクロソフトフライトシミュレーターをお持ちで、かつ、このね、寄付に賛同できるよというような方がいましたら、ぜひね、こちらの航空機購入検討してみてください。ではですね、この出来栄え、そしてどのような航空機なのかというところも合わせて見ていこうと思います。まず正面からですね、この6発のね、エンジン、なかなか見ることができないと思うんですけど、6発エンジンがついたこの超巨大航空機ですね。そしてムリーアといえば、貨物ですね。この荷物を運ぶ航空機ですね。トランスポーターなんですよね。なので、本日は成田国際空港のこの貨物エリアにお邪魔しているというところですね。周りを見ると DHL や、そしてね、正面には日本カーゴのボーイング747ダッシュ8がね、置かれておりますけど、ここでですね、この大きさ比較ね、やっていきたいなと思います。このムリーア、超巨大航空機なんですけど、このね、正面のジャンボジェットですね、ボーイング747ダッシュ8と比べると、どうですかね。なかなかここまで大きい飛行機っていうのをね、見ることがないんですけど、ジャンボジェットと比較してこのサイズ感ですからね。いや、なかなかの大きさですね。実際に見るとかなり大きいんでしょうね。ウィングスパンもかなりね、ジャンボのウィングスパンをはるかに超えているというような感じですね。全長を見ましてもね、もう全然違いますね。ジャンボをはるかに超える。隣にボーイング767がいるんですけど、小型機のように見えてしまいますね。その奥にある A320 はもうほんと超小型機に見えてしまうぐらいのね、サイズなんですけど、これがね、世界に1機しかなかったのがもう今、現実世界では破壊されてもうないということなんですけど、このマイクロソフトフライトシミュレーターに復活してきました。まずね、外観を見ていきますと、これね、短期間だったのかなちょっとわからないんですけどね、アナウンスメントされて、だいたい数ヶ月以内で作られたと思うんですけど、かなりのね、出来なんですよ。この形状であったり、このね、航空機のこのスキンね、かなりね、綺麗に作られています。で、詳細に至るまでね、作られていまして、このタイヤのあたりだったりね、あとコックピット、あと、機内のね、状況も後で見ますけど、かなり詳細まで作られていて、いやー、結構時間をかけて作り込んだんだろうな、というようなね、イメージを持ちます。この横のあたりだったり、このエンジンですね、どうでしょうね。今までの、発売されてきた
出来のいい航空機とね、遜色ないというか、ほぼ同等レベルのね、感じで作られてきてますね。いや、このね、尾翼かなり特徴的ですよね。垂直尾翼がね、2枚ですね。水平尾翼の先端に取り付けられているというような形になっています。この上から見てもね、すごいですね。この翼の大きいこと。これだけのね、翼を作るっていうのはかなりの技術がいるんでしょうけど、いや、これがね、現実世界で破壊されたっていうのはかなりね、悲しいことかなと思います。では、今からコックピットの中、見ていこうかなと思います。コックピットの中に来ましたけど、まずね、操縦桿であったり、その他のね、計器、スイッチ類、すべてがすべて使えるわけではないんですけど、操縦に必要な最低限のね、ところは使えるというような感じでオートパイロットも作動します。で、スラストレバーもね、このようにね、がっつり多めですね。で、スピードブレーキ、フラップレバーというような感じで、かなりね、作り込まれている感じがあるんですよね。あと、iPad で必要なデータについては、変更したりすることができますからね。あとこれはですね、コンバージョンですね。ジャストコンバージョンだけかな。で設定がですね、フィート、ノットは使ってないと思うので、やや操縦しにくいところはあるんですけど、この外部視点で見ると、エンジンのパワーであったり、あとエアスピード、あと高度系については、今までのね、航空機と同様にフィートノット、あとエンジンのパーセンテージとかで、使えますからね、操縦はしやすいのかなと思いますね。この大きさですよ。そしてこの高いコックピットから眺めるとこんな感じ。正面に747のコックピットのね、高さ合ってますね。こんなに高いんだなと思いますけど。ではね、エンジンをかけて滑走路に向かいたいと思います。このケーキはね、やはり古いタイプですね。前にね、扇風機があるんですよ。この可愛らしい扇風機がね、エアコンではなくて扇風機と。エアコンもあるんでしょうけどね。では、エンジンかけていきたいと思います。で、このシートがね、おしゃれな色じゃないですか。フライトエンジニアの席が後方にありますね。これ、後ろにね、4人乗ることができて、で、さらにクルーレスト、その後ろにはね、クルーが乗ることができますね。で、エンジンがかかりました。6つのエンジンが同時にかかるとかなりね、迫力ありますね。アンチコリジョンライトもついております。一体どんなね、操縦感覚なんでしょう。こんだけ大きいのでね、ずっしりとした操縦特性なのかなと思いますけど、では今から滑走路34レフトに向かってフライトしていこうかなと思います。ではね、滑走路34レフトに入っていきます。今からね、こちらから離陸して軽いマニューバーをして着陸操作までできたらなと思います。ちょっと芝生の上はダメですよ。これはちょっとね、芝生の上行っちゃってますよね。では今から離陸していこうかなと思います。ちょっと無理やだからといってね、芝生の上はダメですよね。ではね、パーキングブレーキリリースと OK リリースと。ではね、今から離陸していこうと思いますね。どうですかね。テイクオフラップは一応一番フルダウンのところに持ってきてるんですけど、テイクオフラップはこれじゃなさそうですね。ちょっと1つ上げておきましょうかね。2つくらい上げておこうかな。フラップを2個下げた段階で、これでね、離陸していこうかなと思います。それでもね、まあまあ深いフラップですね。ではテイクオフしていきます。スラストをまず
いやいや、6つありますからね。スラスレバーがね、6つってね。いや、現在の航空機で6つはないですよね。これテイクオフスラスまで持ってきます。トガですね。トガっていうのかな。いや、静か。OK。速度計読みにくいんでね、外の計器で見ますね。だいたい V1130 ぐらいでしょうね。130でローテイト、ピッチを上げていきます。ノーズギアが2つ、すごいですよね。リフトオフ、エアボーン、ギアラップ。いやー、ピッチが難しい。うおー、これは大きい。ゆっくりね、ギアが格納されていきますけど、このギアの格納、かなりリアル。かっこいい。トリムをしっかり取ってね、旋回していきます。左旋回。このね、ムリエがね、空を飛ぶシーンはね、なかなか見れないというかね、このゲームならではっていったところがあるんですけどね、かなりリアルですね。この我々がね、このムリーヤを使って遊ぶことで、実際に、実機のムリーヤ、これがね、復活する可能性が出てくるということでね、ぜひぜひね、皆さんと一緒にこの航空機を使って、飛んでいきたいなと思いますね。私のライブなんかでも、皆さんと一緒にね、ムリーヤ飛ばして遊んでいきましょう。このまま左旋回しますね。成田空港を出発いたしました。どうでしょう。このままね、羽田に行っちゃいましょうかね。一体こんなでかい航空機でね、都内を飛ぶとすごいことになると思うんですけど、フラップを上げていきます。フラップさ、じゃあこの低高度でこのまま羽田空港に向かって着陸していきたいと思います。正面でも羽田空港ですね。いやー、3600フィート、かなり低い高度なんですけど、この迫力ですよ。めちゃくちゃかっこいい。いや、ほんと残念ですね。実機で、この航空機を見れないっていうのがね、すごく残念なところでありますけど、トリム若干敏感なのかなといったところありますね。トリムをしっかり取ってあげて、ワンクリックが結構大きいような感じがしますけどね。今のところ操縦性はすごくいいですね。非常に安定していて飛行させることができます。今、310ノットまで加速しました。300ノット程度でね、クルーズとしていこうかなと思います。こんな大きい機体なのにね、結構速度が出るんですよね。一体どれぐらいのね、貨物を積むことができるんでしょうかね。正面、羽田、皆さん見えてますかね。ライトターンして、都心上空から羽田に入っていこうと思います。うわー、かっこいい。これめちゃくちゃいいですね。ここまで作り込まれているって想像しなかったんですけど、もっとね、雑といえばちょっと言い方悪いんですけど、あまり制作期間がなかったので、なんていうんですかね、もうちょっとね、簡素に作られているのかなと思ったんですけど、このね、作り込まれ方を見ると、かなりね、気合を入れて作ったかという、気合を入れるっていうのはちょっと適切な用語ではないかもしれないんですけど、この制作者の本気度がね、見える感じがしますね。この操縦感ね、味があっていいですね。こういうのね、一回操縦してみたい。このままレフトターンして都心上空を飛行します。正面にはね、スカイツリー見えておりますね。
ちょっとデータのアップデートが追いついてないようですけどね、このままレフトターンしながら16に乗りたいと思います。このムリーヤがね、東京上空を飛ぶということなんですけど、4000フィート、通常の、ね、ILS のパターンに近い感じで飛んで、羽田空港に降りていこうかなと思います。現在270ノット、徐々に減速していきます。いったね、スピードブレーキを使ってみましょうかね。スピードブレーキを使うとこんな感じになります。スピードブレーキをこう、ドラッグが一気にですね、翼上面のスピードブレーキが切らということですね。今減速中です。240ノット近辺で飛行していきます。3700フィート、ちょっとね高度上下しますけど、ピッチがやや安定しないかな。パワーを一定にするとある程度ピッチが安定しますけどね。今ほとんど操縦桿を触っていない状態なんですけど、やはりねこの機体の特性なのか、かなり、飛行機の安定度はねかなり高いですね。都心がね徐々にアップデートされてきてきましたね。いやー、行くまでに綺麗にするかな。このねムリーヤのコックピット内なんですけど、なかなかね皆さん見ることはないと思います。私も実際初めて見るんですけどね、いい味のあるねコックピットですね。東京タワーもね綺麗に見えてきました。この先ゆっくり降下していって3000フィートぐらいの高度で、ファイナルターン入っていこうかなと思います。パワーを絞って200ノット近辺で飛ばします。スカイツリーアビームですね。まもなくスカイツリーを越えます。徐々にね都心がアップデートされていくんですけど、なかなか追いつかないような状況ですね。アップデートがねなかなか追いつかない。本来もっと綺麗なね都心が見えるんですけど、今日はどちらかというとねこのムリーヤのこの雄姿をね皆さんに見ていただと思っておりますから、都心よりもムリーヤでトノフ225、実際にこれがウクライナにあるっていうのはね、この破壊された時に、ね、ニュースになるまでは私実際知らなかったですね。ではねパワーをもう少し絞ってフラッグを下げていきます。フラッグで下げます。都心が綺麗にアップデートされてきました。どうでしょう。もう少しかな。でさらにね降下していって、ほぼ現在アイドルの状態ですよね。スピードブレーキを使って減速して、そしてフラップをもう一つ上げていきます。ピッチを上げない。スピードブレーキをレフトターン、ギアダウン。このギアの下がり具合いいですね。ゆっくり下がっていきますね。正面には羽田空港が見えてきてます。どうでしょうこれ、めちゃくちゃかっこいいな。フラップを一つ下げます。まもなく正面にね羽田空港が見えてきますね。羽田空港見えてきました。左手には都心が見えてますね。東京タワーですね。
ではこのまま、16レフトにね向かおうかなと思います。フラッグパス上げます。フラッグフルだ。かなりね低空を飛行してるわけなんですけど、揚力が上がって随分ねピッチが上がってきたのでピッチを下げていきますね。おおっと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 、やっぱりトリムがちょっと難しいのかな。トリムがねどうしても下がりやすくなっちゃいますね。トリムとこのね、パワーのバランスがなかなか難しい。しっかりパワーを足しておかないと、ランニングフラップでは一気にね、減速していっちゃいますから、そこら辺を気をつけて操縦していくと特に問題ないのかなと思います。ではね、16レフトファイナルに来ました。このままサンドパスに入って着陸していくと思います。速度はだいたい150ノット前後かなと思うのでね、それを維持していきますね。いや、かっこいい。もっとねゆっくり外部視点で見たいんですけどね、なかなかこのね初めての操縦なので難しいなっていったところがありますね。ちょっとパスが高め。ここからね一気にパス修正していきます。コックピットの目線ちょっと見にくいかなっていうような感じがしますけどね。今速度が160ノット。スピードブレーキを引くとね一気にピッチが下がりますね。スピードブレーキをクローズしてファイナルに乗っていきます。今ワンレッドちょうどいい感じ。もう少しでねサンドパス2レッド2ファイトなりますね。これ外部支援したい。でもなかなかこのねオートコールアウト、英語じゃないんでね何言ってるか正直わからないですね。 OK いけるかな。さあちょっと低くなっちゃった。外部支援にしてちょっと低くなってしまった。でもこのまま着陸させていきます。着陸しましたね。じゃあリバースします。リバースできるかな。どうだろう。リバース開かない本当はねリバースも開くんですよね。ちょっとボタンの設定がうまくいってきてないのかなところですね。もう少しねしっかり設定しておけばよかったんですけど、リバースに効いているところね皆さんに見てほしかったな。この6発のエンジンがね一気にリバースをいくと結構迫力ありますからね。ということでね、成田空港を出発いたしまして羽田空港に着陸しました。途中ね都心を通りましたけど、この旋回難しい。これだいぶねリードを取らないと、いやこれ難しいな。これコックピット視点だとかなり難しいと思います。フラップ上げていきます。ではね正面のスポットに止めていこうと思います。ここまで大きいとねさすがにねこの地上のタクシーもかなり難しいでしょうね。ジャンボ乗られてる方はね、こんなの普通だよって思うかもしれないですけどね。でパーキングブレーキセットします。ということでね羽田空港到着いたしましたけど、皆さんどうでしょう。ちょっとねフライトコントロールトリムの取り方が難しいのかな。トリムの一つのトリムがねワンクリックがちょっと大きいような気がしますけど、でもね、
そこさえクリアすれば飛ばしやすい機体ではあると思います。このね、数ヶ月でここまで作り上げた機体、そしてね、購入費用、その売り上げについては、すべてアントノフコーポレーションの無理や再建活動に寄付されるというところですのでね、もし皆さん興味ございましたら、購入検討よろしくお願いします。また次回の動画でもよろしくお願いします。では失礼します。ありがとうございました。